皆さんこんにちは、岡八リノベーションです。本業は漁業の DIY ヤーが築51年の平屋をリノベーションしています。床張りも完了して前回ユニットバスも無事に入ったので壁を作っていきます。今回ですね、信岡商店さんに作業服を提供していただきました。このダウンベストは腕の可動域が広くなってとても作業しやすくなったんですが、インナーが薄手なのに暖かくて12月に入ってもこのコーディネートで問題なく作業できています。動画の概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらね覗いてみてください。信岡商店さんありがとうございます。さあ本題に戻ってですね、今回の壁の仕上げは石膏ボードに白塗装で仕上げたいと思っています。クロス張りは見た目もとても綺麗になるんですが、個人的にはラフとかナチュラルな質感が好きなので、それをね塗装で表現できたらと思っています。単にね壁紙を貼ったことがなくて、うまくできる自信がないという説もあるんですが、この武骨な屋根天井にそっちの方がね合うと思うんですよね。果たしていい感じに仕上げることができるのでしょうか。早速ねやっていきましょう。まずは外壁に面した壁にグラスウールの断熱材を入れていきます。グラスウールはカバーシートが簡単に破れてしまうので、釘なんかの尖ったものをあらかじめ取り除いておきます。それからですね、できるだけ気密を確保するために断熱材を入れる部分はこういった穴や隙間をチェックして発泡ウレタンで塞いでおきます。さあ準備ができたので断熱材を入れていきます。使うのはアクリアマットの厚さ 50mm のタイプです。本体を傷つけないように層が透けて見えているところにカッターを入れて開墾します。これはですね、留める間隔で矢印が印字してあって、ここをタッカーで留めていきます。今回は既存の銅縁を撤去していないので、こんな感じで入れ込んでいきます。特にですね、こういうやり方は引っかかって破れやすいので、釘とかビスはしっかりと取り除いておいた方がいいですね。それから今ですね、半袖で作業してるんですが、グラスウールは繊維が結構チクチクするので、夏でも保護メガネと長袖着用が推奨です。体内に入ってもね、有害ではないそうですが、防塵マスクもしておいた方がいいそうですね。今施工しているリビングは屋根天井にするので、このつま壁部分まで断熱材を入れます。そしてですね、ここを壁で塞いで、風呂と洗面所の上部分は天井を作るので、屋根天井側の通気口はウレタンホームで塞いで、風呂側の通気口はそのままにしておきます。この物件はですね、3DK を 1LDK にリノベーションするのですが、LDK の天井を抜いたことと押し入れを個室側の収納に変えるので、壁の下地を新しく作る必要があります。まずは収納部分の壁と棚の骨組みを組み直していきます。ここはですね、棚の骨組みの部分なので 90mm のビスを2本ずつ打っています。これでね、耐久性も問題なさそうですね。こちらがリビングから見たところですね。こっち側を壁で塞ぎます。下地の材はですね、解体で出た廃材の中からいい材を選んで再利用します。最近はですね、ウッドショックで木材価格も結構高騰していますね。下地材は構造材ではないので、見えないところはこういった使える材を再利用することで材料の購入費と廃棄処分費用をカットできますし、何よりもねエコになりますね。もちろんですね、業者さんに頼んだらこんなことはしないと思うんですが、 DIY ならではのコストダウン方法だと思います。ちなみにですね、これはどこかの鴨居を再利用しています。少し長めにカットしてハンマーで勝ち込んで、水平器で垂直を見ながらセットします。位置が決まったらビスで留めます。
押し入れの上部分もつま壁を立ち上げるために下地を組んでいきます。まずはですね、胸木ともやに向けて間柱を立てます。はい、次に胴縁を組んでいきます。胴縁はですね、もともと組んであったのですが、天井を抜いたことで耐震補強の金物が見えてくることになるので、この金物の厚み分をさらに付加す必要が出てきました。胴縁材は 16mm 厚で 2m のものが安かったので、これを買ってきました。石膏ボードの900等 mm 幅に合わせて配置して、柱と既存の胴縁にビス打ちしていきます。既存の胴縁は釘が錆びてグラグラになっているところもあったので、一通りビスを打ち直して補強しておきました。つま壁の部分はもともと屋根裏で壁がなかったので、下地を新しく組みます。柱の塚に木材を渡して胴縁をビス打ちして留めていきました。こちらはリビングの入り口です。もともとはですね、引き違い戸がついていたのですが、片開き戸にするので開口を半分潰して壁にします。開口幅を 910mm 残して間柱材で壁下地を組んでいきます。間柱はですね、測った高さよりも 1,2mm 長くカットするとタイトにね、はまります。そうすると手で保持する必要がなくなるので、ビス打ちもしやすくなります。あとですね、ハンマーで叩いて微調整もやりやすくなるので、垂直もね、出しやすくなります。先日ですね、視聴者さんに木ビスについて質問をいただいたんですが、コーススレッドビスは 32mm、45mm、65mm、90mm を常備しています。使い分けのポイントはですね、打ち付ける下地に 20mm 以上ビスが入るように選んでいます。薄板に打つ場合はね、しょうがないんですが、突き抜けてしまうと逆に弱くなってしまうので、長ければいいっていうわけじゃなくて、適当な長さを選ぶといいと思います。ビスはですね、同じ長さと数量でも価格は結構ピンキリなんですが、価格の高いビスはですね、やっぱりちゃんと設計されていて、木が割れにくかったり少ない力でねじ込みができるように作られているので、実はね、結構作業性が違ってきます。いろいろ使ってるとね、だんだんといいやつが欲しくなってきますよね。それからちょっと手間が増えるんですが、薄い板や板の端の方、それから斜め方向にビス打ちする場合なんかは、下穴を開けるようにすると割れ防止になります。いちいちビットを交換するのが大変なので、
最近はプラスドライバー用とドリル用のインパクトドライバーを用意して二刀流で作業性を良くしています。こんな感じでですね、縦方向の銅縁の取り付けが完了したところで今回の作業は終了になります。2日ぐらいでできるかなと思ってたんですが、結局ね4日ほどかかってしまいました。次回は石膏ボードを貼って塗装するところまでをお送りしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらね、高評価やチャンネル登録をいただけると励みになります。それでは次回もぜひご覧ください。